Meshtabi. Season 5. Konkai no Meshtabi wa. Maji de Mata Tabatai. 北海道の美味しい麻婆豆腐 8 des. それでは早速 Let's get it started. 1. Taiki. Ryugetsu. 大樹町の道の駅真向かい大繁盛老舗食堂、創業50年になるそうです。いろいろ美味しいコンビニエンス食堂、何食べても外れない安心安全なお店ですが、特に麻婆豆腐がうまいんですよ。ね、麻婆豆腐最高よね。いや、これはしょっちゅういただきたい麻婆だね。ちょうどいい味なんだよ。ホアジャオはもう少し欲しい感じだけれども、甘辛バランスが絶妙でそそのかされるんです。麻婆豆腐は濃いめ強めの味のお店が多いんですが、そうね、濃いとご飯進んじゃって麻婆甘し気味ってなっちゃうパターンが多いかな。でしょうが、こちらちょうどいい。足りなくなる？いやいや、全然足りません、もっとくれって感じ。酢入れると美味しかったね。これは新発見。そうっすね、後半の味変に酢はいいっすね。麻婆豆腐は四川料理の一つで、ひき肉と赤唐辛子、ホアジャオ、豆板醤、トウチなどを炒め、鶏ガラスープを入れ豆腐を煮た料理です。麻婆とは顔にアバタのあるおかみさんっていう意味で、アバター？アバターじゃないよ、ほらアバタモエクボって言うでしょ。アバタっていうのは天然痘が治った後のブツブツのことで、顔がブツブツにあっても好きだとエクボに見えちゃうよっていう意味なんだよね、アバタモエクボっていうのは。好きであれば相手の欠点も長所のように見えるっていうことの例えなんだけれども、ほらおいちゃんの足が超短くてもグリーンにとってはかっこよく見えちゃうわけじゃん。いやいや、見えない見えない。そう？どうして？麻婆豆腐は1862年四川省成都の北郊外にあるチェンシンシャンファンボウという食堂を営むチン・フーチェンの妻チン・リュウシーが材料の乏しい中、あり合わせの材料で労働者向けに本シャオ豆腐を作ったのが最初とされています。チン・リュウシーの顔にはアバタがあったためチン麻婆と呼ばれて、彼女が作る名物の豆腐料理もチン麻婆豆腐と呼ばれたのが始まりだそう。ひどい。麻婆豆腐ってブツブツバーサン豆腐ってこと？ねえ、訴訟になりかえないディスりだよ。って Disrespect. ことは麻婆ってのは天気予報じゃないってこと？ヤンボーも存在しないってこと？そうなのさ。だから日本では麻婆豆腐と同様の味付けを施した麻婆ナスや麻婆春雨が派生料理のように扱われているけど、それは中国的にはちゃんちゃらおかしな話でね、麻婆ってのはブツブツばあさんって意味だからさ。びっくり。ボブカットのボブサップとボブマレーが一緒くたみたいな。おっと、ボブ・ディランも忘れないでくれよ。そうだった、ごめんごめん。ノーベル文学賞だもんね。 2. Nishi Nopolo. Minju Shuka. 西のっぽろの江別恵庭線沿いにある中華食堂。刀削麺がすんごい美味しいお店なんですが、麻婆豆腐もウルトラ美味しいんです。じゃっじゃーん。はい、美味しい。辛くてめっちゃ濃いんだけどね、これ一口でお茶碗一杯分のご飯いけそうなくらいの濃い辛なんですが、うまい。ホアジャオはほんのり香っててしびれるほどじゃないんだけれども、これが辛さと甘さの絶妙な干渉剤になっててさ。水炊きの柚子胡椒的な？そうそう、うなぎに山椒みたいな。そうそうそう、チャーハンにマヨネーズとかね。あ、エグザイルといえばエグザイルといえばレモンサワー的な。なるほど、これは麻薬性のある麻婆豆腐ですね。そもそも豆腐が美味しいんだよね。ここのは大豆の甘みがしっかり感じられてて、つるんとした食感がとてもいいね。ここは刀削麺も麺がすんごい美味しいけど、豆腐も美味しい。素材の吟味からこだわりを感じるお店だね。が、大豆の甘みがしっかり感じられ、つるんとした食感がとてもいい。こりゃいいね。ご飯に合うのなんのってさ、帰り道にもうまた食べたくなっちゃってるよ。わかる。麻婆豆腐でそうまでなるのってなかなかないけど、これはそういうやつ。次回は麻婆チャーハンだね。だ。 3. Misono. Chuka Ryoli To In.
国道36号線沿いの福の字が逆立ちしている本格中華がいただけるお店。最近支店がもよく札幌にもできたようです。はい、最先端よりも風情、かっちょええより安さ重視の飯旅ズはやっぱりこっちの方が居心地ええんすわ。はい。こちらの方がリアルチャイナ、店員さんも片言の日本語でサービス。バーチャル本場中国飯店の疑似体験みたいな感じがいいでしょ。はい。麻婆豆腐、チンジャオロース、焼き餃子、黒酢の酢豚、エビチリ、ホイコーローと中華王道6種の中から好きなものを選べるセットが超コンビニエンス。もちろん今回は麻婆選択。これはランチだけじゃなくて夜までずっとあるセットってのがいいですね。ね、すごいよね。そしてここも麻婆うまいんですわ。辛さも選べて激辛辛口控えめの3段階の中から辛口をチョイス。これが結構辛くてね、辛いのは好きなんだけどさ、暖房ギンギンで店内があったかかったもんだから、せっかく風呂上がりだったのに台無しの汗だくでございました。面白いくらい汗かくよね、辛いもん食べたら。そうなんだよ。スープカレーなんかいつも汗拭きタオル持参でいくからね。いや、そんな人見たことない。目の前にいた、いつも。ちなみに中国語では服が逆さまになるということをフーダオラーというそうです。この発音が服が来るという意味のフーダオラーと同じってことで、服が来るようにという意味が込められて円担ぎの逆さ服を飾るようになったんですね。前も何かの特集で説明しましたけれど、ダジャレってことなのよね。福くんが来るみたいな。次は服が来るみたいな。服が黒いみたいな。服が来る大芝みたいな。福くんが来るみたいな。服がトム・クルーズ。いやいや、ジョージ・クルーニー。待ってくるに。くるくる寿司食べたい。ああ、食べたいね。いっか。4. Kita Sanju Yorjo Kotala。 こんなところと言ったら失礼かしら。結構マニアックな立地にございます。美味しい中華屋さん、中華飯店という印象とはかなり違ったニュアンスのお店だね。そうだね、こじんまりとした落ち着いた雰囲気の中華レストランって感じ。視聴者さんはエビ塩あんかけラーメンが美味しいよって教えてくださってましたが、今回は麻婆豆腐と復習ということで、エビ塩あんかけラーメンはまたの機会までお預け。はい、おー、素晴らしいですね。ホテルクオリティ中華といったところでしょうか。ホアジャオ控えめあっさり系麻婆ですね。こりゃ広東式麻婆豆腐ってやつなのかな。四川のしびれ系に慣れてしまってちょっと物足りなさを感じてしまいますが、ピリ辛具合もとろみ具合も絶妙で美味しゅうございました。確かにお上品、ホテル中華っぽいね。グリーンはしびれる系好きだからね。これはホアジャオ苦手ピーポーでもいただける万人おいしい麻婆って感じかな。これ大衆中華屋さんのは濃ゆいのが多いけど、こちらの小虎さんのはお上品で私にぴったりでございますわ。そうでございますね。ところでさ、四川麻婆豆腐ってよく聞くけど、四川と何があんの？そもそも麻婆豆腐ってのは四川料理なんだけれども、ホアジャオによる麻と豆板醤や唐辛子によるラーの2つの辛さが特徴で、シビ辛、あなたの大好きなやつね。芳醇な香りと刺激的な辛さが魅力の四川麻婆豆腐なんだけれども、これは辛みも刺激も強くて脂っこくて塩辛いってのもあって、関東の人々には向かない味だったらしいんだよね。それで香辛料を控え、関東の人々向けに味を調整した麻婆豆腐が関東地方のお店で提供されるようになり、関東風の麻婆豆腐と言われるようになったんだって。日本で一般的な町中華で食べられているものもこの関東風に近いんじゃないかな。そういうこと。確かに辛いけど油だらけの麻婆豆腐のお店もあるもんね。ある、やばかったね。だってピーのお店やばかった。なるへそ。ってことはこちらの麻婆豆腐は関東風ってことになるのかな。そういうことなのかな。どっちも好きだけど、どっちかっちゅうたら私は四川の方が好きかな。しびれ好きだもんね。好き。刺激
丸山。まるちゃんね、並んでおしっこしたことあるよ、2度見て。マジ？ 5. ニューヨーク Jozanke Hotel Millionaire. 定山京王線の中心230号線沿いを走ると、ドドーンと目に飛び込んでくる巨大ホテル、万世閣系列のホテルミリオーネさん。イタリア語で100万という意味を持つミリオーネ。ミリオーネがニックネームだったイタリアの旅行家マルコ・ポーロが巡ったシルクロードがテーマになっているホテルなんだそうです。それでミリオーネなんね。マルコ・ポーロといえば東方見聞録よね。ああ、マルコ・ポーロは24年間もアジア諸国を旅し続けたんだそうだよ。24年間すごいわね。飯旅の大先輩ってわけだ。いや最高したね。住みたいと思いましたね、ここ。それいいわね。住みたい。サウナのある暮らし夢だね。結構古い施設なんだけどもリフォームされてて素晴らしいお風呂でございました。サウナの木の香りがいいですね。この字でいろりを囲むようなスタイルのサウナ。オートロウリュは10分に1回なのかな。入るたんびに噴射してましたよ。こんな風呂はセルフロウリュだよ。自分のタイミングでできるからセルフは好きだけどね。あとあれ、水風呂が15、6度と22度2系統ってのが最高。ああ、宇宙の一番でっかい中央の浴槽が22度の水風呂ジャグジーになってんだよね。贅沢だぜ。詰めりゃ40人ぐらい入れるかな。40人？ああ、でっかいよ。ゆったり10人は入れる感じ。これは夏でも整えるサウナだね。露天は小さめなんだけどマウンテン渓谷ビューが爽快。そっかい。夏は暑くって外気浴じゃ整わなくなっちゃうからね。だのさ、湯上がりのくつろぎどころも楽しい本がいっぱいあっていいね。めっちゃリラックスしました。サウナルーム付き客室日帰りプランなんてのもあってね、お一人様1万円で。1万円？それもまた夢ね。6. Fukagawa Shiho Hangteng. 深川にあります本格中華がいただけるお店。すべてが美味しいという視聴者さんも推しのこちら。ミシュランガイド北海道版に掲載された実力派のお店なんです。はい、シェフは中国調理国家資格特1級を持ち、中国や日本のホテルの料理長としての経験を経てこの深川で開業されたのだそう。特1級とは北京料理、広東料理、四川料理、上海料理などの中国の4大料理をはじめ幅広い中国料理を作ることが求められ、厳しい審査を得て取得できるものなのだそうですよ。そしてなんとこちらのシェフはまたしてもワンさんなのだ。ワンさんすっげえな。ワンさんすげえな。ワンさんだらけじゃない中華料理界。ワンさんかワンさんかいる。ワンさん一体何人いるんだっけ？1億1800万だそうです。ちょ待ってよ。日本の人口くらいワンさんいるってこと？そうなんだ。日本の人口は1億2450万人だから自利品だね。時期にワンさんに抜かれちゃうね。あっちゃー。3のトインさんもワンさんだし、世界のホームラン王もワンさんだし、ちなみに飯旅ではおなじみの函館ラッキーピエロもワンさんだよ。いや深川のワンさんの麻婆豆腐美味しかったですね。歴代1位の麻婆豆腐かな。甘辛とホアジャオのしびれのバランスが絶妙。そしてここの麻婆豆腐はノーマルと四川とあるんだよね。ねえ、二刀流麻婆豆腐両方早く食べ比べてみたいな。ねえ、だけど遠いね。遠いね。今は九州だからますます遠いね。まだまだ九州やらなきゃいけないから九州コンプリートしたらまた今年も北海道食べまくりだね。その前にダイエットしなきゃ。 We have to go on a diet first. 7. Today's katsu curry. Tobetsu Chuka Jigan Shuka. 当別の中心にある中華屋さん。こちらも野郎どもに大人気のお店ね。男性率 100% の華やかさのみじんもない中華屋の昼時。グリーンがこう一点でございましたね。ほんまよ。
メニューには載ってないけれど食べログの書き込みはカツカレーラーメンばっかり。前の週室蘭伊達界隈でカレーラーメンばかり食べていたので、さすがに気持ちがカレーに向いていかない自分。しかもサングラスが折れて不吉な予感。ほれほれカツカレーおじさん、悲しいがな任務は遂行しなければならないのじゃ。大好物のカツカレーラーメンでしょ。いやカツカレーは大好物だけど、ラーメンにカツカレーは求めていませんの。ラーメンも好き、カツカレーも好き。でもカツカレーラーメン、いやいや混ぜない。どうして？好物だらけじゃん。石田ゆり子も好き、吉高由里子も好き。でも小池百合子はダメなの。もう尻滅裂。ということで老体に鞭を打ってカツカレーラーメン。いいがな商売じゃんの。いや無理やり食べたんだけど、あれこのカツカレーラーメンうまいぞ。カツカレーラーメンの中ではこれ一番好きですね。多分塩ラーメンにカレーをかけてる感じなんだよね。だからなんかさらっとしてる、いける。カツがスープに浸っててもさっくりしてるのが不思議でね。しかもすっげえカツもうまいんだ。ねえよかったじゃん。食わず嫌いだっただけじゃない？ってことはゆり子も意外と。いやそれはダメ。昔は綺麗だったけどね。うまい。8. Kita Niju Your Joe Higashi 1. Panda. 東区にあります。熊猫じゃないよ、パンダだよって映像を見て驚かれた方もいらっしゃるのでは。そうなんです。2025年1月16日にリニューアルオープンされましたね。なんとオープン日に早速お邪魔いたしました。こちらは創業42年になるんだそうですよ。そんなになりますか。はい。何度かお店の前を通っててね、あれなくなっちゃった思ってたんだよね。やってねえし思って。そうそしたら新築リニューアルされて店前に駐車場もできてるし。駐車場は前からあるんだけどね。そうだっけ？そう、駐車場だったところに新店舗を建てたってわけ。あ、そうなんだ。この時はオープニングメニューということでね、限定メニューだったのですが、厨房にはご主人と息子さん、そしてホールはいつも元気なお母さん。こちらまで元気いただきました。そしてありましたよ、麻婆定食。さすがはパンダハン、おいしいねえ、びっくりした。麻婆定食あっさりしてる麻婆は初めて。これなんぼでもいけるって感じ。まさかあっさりしているのはいくらなんでも大げさっしょ。麻婆豆腐があっさりなんて、ほんまやってね。なるほど、これはなんぼでもいける。これはうまいねえ、麻婆豆腐ってそんなに頻繁に食べないけど、これならしょっちゅう食べたい麻婆。お気に入りトップ争いの麻婆豆腐ですさ。これ皆さんのベスト麻婆はどんなんかしら。皆さんの美味しいヤンボー麻婆教えてくださいな。僕の名前はバッボ。僕の名前はグリーンボー。二人合わせて飯旅ビーズ。君と僕とで飯旅ビーズ。 Jikaino Meshtabi wa. Maji de Mata Tabatai. Kospa Saik Your Meshi in Fukuoka des. Otanoshi Mini. See you soon. いや、麻婆豆腐の麻婆っていうのが、そのブツブツばあさんだったっていう意味だったのには驚きましたね。ひどいですよねこれ。ひどい。親愛を込めてのそれなんでしょうけど、すっかり看板おかみさんだったようですね。なんか店の前の看板にね、イラストとして描かれるぐらいの、おばちゃん、看板母さんだったみたいです。でも面白いね。そんなおりゅうさんが、おりゅうさん、おりょんさんじゃないですよ、おりゅうさん、りゅうさんね、1860年頃に編み出したというこの麻婆豆腐。1860年言うたら明治維新前の江戸時代ですからね。末期の江戸時代。すげえ。そんな中、なんとイギリスでは
全英オープンの第1回大会がプレストウィックで開催された年なんです。ちょんまげですよ、日本は。日本はちょんまげに刀ですよ。そんな時にゴルフしてたんですね。もうイギリスじゃ切腹じゃーとか言ってる時に。そうだから驚きだったんじゃないですか、英国人にとってはね。びっくり。何それ。プレストウィックといえば風の大地第13巻で沖田が初めて出場した全英オープンですけどね。これはですね、誰がわかるんですか、そのネタ。多分1万人に1人ぐらいは分かるんじゃないかなと思いますけどね。でもきっとミスタービーズの視聴者さんの中にはいそうな気がする。歴史に名を残したおかみさんですよ。麻婆豆腐の生みの親ですからね。うん、こんな世界に広まるとは思わなかっただろうね、お龍さん。日本で言ったら何ですかね。例えば豚骨を編み出したのは中国じゃなくて日本なんだよね。それこそグリーンがよくやる一人芝居の私一人芝居しますか？鍋のほら火を消し忘れたっていうやってーっつって火消し忘れた親方に怒られるっていうやつね。俺海どこでっていうね。そうそう。棚ぼたです。なんとこれ豚骨を編み出したのは九州ですよね。博多なのかな、長崎のちゃんぽんが先なのかなと思いきや、なんと久留米ラーメンが最初なんだそうです。久留米、福岡県。今福岡やっつけたら次久留米に行く予定なんですけど、そこで食べる予定ですけどね、はい、まあちょっと匂いが結構気になるけど、行ってみよう、はい、そうなんだ。もうかれこれ福岡3週間ぐらいいますかね。そうですね。ちょっとララポートが気に入っちゃってね、福岡のね。いや本当に巨大で何でもあるし、まだ迷うんですよ。迷います、施設の中で迷うし。福岡市民の方はこのララポートの駐車場迷わないんですかね。ちょっと買い物行ってくるからってグリーンがいなくなるんですけど、なかなか帰ってこないあ、間違えたっつってね。さてまた迷ったなってですが、駐車場も北南、西とあって、本当にどこに車止めたか分かんなくなるし、駐車場に行けなくなるし、駐車場でやっと車見つけても出口が分からないですね。あれって言ってぐるぐるしちゃう。なんか活気ありますよね。福岡すごいね。さっきもトイレに入ったらね、ちょっと催してね、同平日の午前中ですよ、5個ある個室が全部入ってるんですよ。でなかなか開かないの。もう緊急事態宣言ですよ。やべえと。ちょっと 2,3 分待ってたんだけど、なかなかアクソビルいかないというか、カランカランカランとトイレットペーパーでね、締めの作業に入ってる感じのニュアンスもないから、また一人芝居を打ちましてね、そこでね、誰も他にいないんですけど、誰か来たっていう体でね、あ、僕大待ちなんでどうぞ。誰もいないのになんだその小芝居言うと必ず誰かがね出てくるっていう、ね、なるほどね、あ、急がなきゃっていう優しい人がね、だいぶ待ってんのかなって、台をしてる時に、あ、どうぞ僕大待ちなんでっていう声が聞こえたら、それは私かもしれません。バッポかもしれません。気をつけてください。そんな発見の仕方嫌だわ。騙されないように注意してくださいね。本当に緊急事態ですかって聞かれちゃう。その時はまた一芝居ですよ。あ、どうもすいませんっつってドタンカタンカシャカシャ